О脚は実は足を寄せようとすればするほどひどくなってしまうというのはご存知でしたでしょうか？皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回はО脚の話ですね。О脚の話はどこかでしないといけないなと思ってたんですけど、О脚も説明が難しいんですよね。これ実際に来ていただいて話すのは分かりやすいし、体験してもらいやすいんですけど、この動画で説明するとかアニメーション作ったりしないといけないんですごく難しいんですけど、どっかで説明しないとなと思ってたんですね。なぜかというと、間違ったО脚の知識で余計ひどくしてる人がすごく多くて、もっと言えば間違った知識を持った治療院のところ行って余計ひどくされてる方がすごく多いので、どっかで情報発信して歯止めかけとかないといけないなと思ってたんですね。で、今回ちょっと頑張って説明をしてみようと思って動画を作りました。では内容です。О脚に対する大いなる誤解について、具体的に治すためにどういうことをしていけばいいのかをお伝えします。今回の動画をご覧になることで、あなたはО脚についての誤解を解いて正しい知識を身につけることでО脚を改善することができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導、動作改善の専門家でもあります。できれば世の中に正しい情報や有益な健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube というのは仕組み的に皆さんが押してくださる高評価ボタンとかチャンネル登録をしてくださってる数でどれぐらいこの動画が拡散されるかが決まっていくみたいなんですね。ですからもし皆さんがよろしければ高評価ボタンやチャンネル登録、もしくはコメントなんかも書いていただくとそれも評価に上がるみたいなんで、そんなのをいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。まずО脚に対する大いなる誤解についてですけど、足というのはそもそも膝と膝を寄せて足の隙間を閉じようとしても足は閉じることができない構造なんですよね。どういうことかというと、足というのはよくО脚の方は足を閉じようと思ってこの膝と膝をつけようとしちゃうんですけれども、足はこうやって閉じるものじゃなくて後ろ側で閉じられるようになってあるんですね。ちょっとこちらの動画見ていただいたらと思うんですが、こうやって膝と膝を合わせようとすると足というのは寄らないようになったんですね。あれですよ、無理やり膝曲げたりとか無理やりするとならんことはないんですけれども、基本的にこっちは閉じなくなってて、後ろで合わせようとする、ももの裏同士で合わせようとするとそっちで足は閉じられるようになったんですね。で、これは多分皆さんの認識からするとガニ股に感じると思うんですけど、ちょっとこの状態で膝曲げたやつを見ていただくと、これで足というのはまっすぐなんです。だから皆さんの足のまっすぐという認識がちょっとずれてるんですね。皆さんの思ってるまっすぐというのは膝が内に入っちゃってる状態なんです。そうです。だから足というのは基本的につま先に対して膝がまっすぐからちょびっと外ぐらいになってる状態で、その状態だと後ろがひっつくんですよね。だからお尻を閉じると足というのは閉じられるようになってあるんです。だからО脚の方というのは間違ってるのは、膝を寄せようとすると足全体がぐるーっと外に回ってきて、外に回ってくるとすねのあたりが開くようになってあるんですね。特にだからО脚でも膝下О脚って言って膝から膝の下あたりが空いてる人なんてもう典型的なこれです。ですからこの方はとにかくこれをやめないとダメですね。お尻を締めてくる方向です。お尻を締めてくる方向になると土踏まずができますよね。だから土踏まずがあるんです。で、この状態ですると外反母趾の人が外反母趾マシになってるはずなんです。なぜかというとこれが正しい状態やからですね。だから膝下О脚というのは正式な名称で言うとこれはオーバープロネーションという状態なんですけど、これが外反母趾の元の発生原因なんです。ここの誤解がものすごく大きな誤解で、なんか足を寄せなと思って膝をつけて屈伸するような運動をしてみたりとかね。で、例えばひどいところだったら治療院でバンテージを巻いて膝というか足を内にねじ込もうとしたりするところがあるんですけど、それものすごく悪化していくんですね。で、足というのはこの図で見てもらったら分かるんですけれども、膝を寄せようとすればするほど足がこういう風に内に向いてお尻が広がっていく感じになります。だからお尻の幅とか腰の横幅が広がって、その分お尻が下がって、で足は横面が見えるようになってくるから太ももが太く見えるような感じになって膝の内側に肉がついてきてという形になります。だから女の方なんかで腰の横張ってて前ももが太くて横が太いなんていう人は基本的に典型的なこれなんですね。だからこの方がお尻を締めていく方向に持っていくと、お尻がちゃんと締まると太ももが後ろに入り込んで腰の横幅が減って前ももを使わなくなるという感じなんです。これがね、なかなか説明が難しいし、アニメーションができればいいんですけど、なかなかそこまで今できてないんですけれども、こういう形なんですね。だから直し方の方向性を完全に間違えてしまっているということです。
では具体的にどうすればいいのかですけど、まず足を内側に寄せる、膝を閉じようとするっていうのをやめるっていうのがすごく大事ですね。どんどん内に寄せなあかんと思ってた人はこれをやめることがまず一番最初のところです。特別なエクササイズっていうよりかは結局歩き方なんですよね。だから膝を内にした状態で内側を踏みしめるような歩き方をするとかえって横脚になるということなんです。だから特別なエクササイズでやったとしてもせいぜいその1日の中で何分とか何十分ですよね。でそれに対して歩き方を変えるというのはそれ自体がトレーニングになってて、ずっとそれをやってる限りそっちのトレーニングになるから歩き方を変えないといけないんですよね。でこの歩き方というのはどういう歩き方かというと、基本的にはだから足というのは外に乗ってるもんなんですよね。でただ皆さんの思ってる外というのはガニ股のイメージですけれども、これが難しいのが本当に外にきっちり乗っちゃうんじゃなくて外の後ろに乗るような感じになるんですけど、この辺りの説明っていうのはもうとにかくゆるかかと歩きをすることでそれはできるよというふうにお伝えしておかないと、もうこれを説明するのが本当は歩き方指導なんで、ね、ただ発声の仕組みから逆算してとにかく内側踏んだらダメなんだなというのはまず理解していただいて、その内側踏みしめる歩き方をやめるだけでも多少マシになります。ただきっちり足を細くしてしまいたいとかそういうふうに思ってたり形をきれいにしてしまいたいと思うんであれば、ゆるかかと歩きをきっちり習得することですよね。いかがでしょうか。ちょっと最後にも言いましたが、ゆるかかと歩ききっちりするとどれぐらい変わるかというと、人にもよりますけれども、太もも周りとかで3センチ5センチぐらい細くなったり、当然横脚の足の隙間は減るし足の形も変わるし、足の形というのは横脚も太ももの太さも全部含めて歩き方でなるっていうふうに思っていただいたらいいんですね。だから歩き方が変われば足の向きも形も筋肉のつき方も全然変わるので、ぜひともそこ取り組んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。私のもうちょっとレベルと予算が上がったら外注でアニメーションとかでこういうのを説明できるのを外注で出せたらなって思うんですけどね。 YouTube がたくさん会員登録数が増えてお金が入ったらちょっとそんなん頑張って作ってみますんで、皆さんとにかく今の話をもう一度噛み砕いていただいて、足を寄せよう寄せようとするのだけはやめてくださいね。それは見栄えとか横脚だけじゃなくて万病の元のオーバープロネーションにつながってるんでね、それだけはやめといてください。